皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、円柱状単体の最高内に固定化された構想による触媒反応の微分方程式モデルを検討しています。この微分方程式の解を求めるには、ベッセル微分方程式についての知識が必要です。多くの人はベッセル関数またはベッセル微分方程式という専門用語を聞いたことがなかったり、聞いたことがあってもそれがどのようなものか知らなかったりすると思います。このような知らないことが出てきたら、私はそれをできる限り理解しようと努めます。なぜなら、このような時が自分の思考力を伸ばすチャンスだと考えているからです。今回は酵素反応が一次反応に従う場合の解析解を導きます。ベッセル微分方程式は1式または本式の各項を x2 乗で割ることにより得られる2式で表されます。ここで μ を次数と呼ぶことから1式2式を2次のベッセル微分方程式と言います。以下では2式の形で議論を行います。今、x イコールラムダ p と置き、2式を変形して3式とします。これを2次の変形ベッセル微分方程式と言います。2イコール0と置き、3式は4式となります。次数が0なので、4式は0次の変形ベッセル微分方程式です。さらに、ラムダをこの式で置くと、4式は5式となります。本式は6式の形へも変形することができますね。5式または6式の一般解は7式で与えられます。ここで A、B は積分乗数です。また I0x は第一種の変形ベッセル関数、K0x は第二種の変形ベッセル関数です。これらは無限級数で与えられます。図に示すように I0x は x の増加とともに1から指数関数的に増加します。一方 K0x は x が0の時無限大であり x の増加とともに指数関数的に減少し0へ前進します。K0x が x イコール0の時無限大であるという特徴は後で使用しますので覚えておいてください。固定化酵素反応の微分方程式の話に入りましょう。前の動画第5章5の13で構築した円柱状単体内の固定化酵素反応に対する微分方程式は次の通りです。境界条件は次のように与えられました。解析を効率化するため、いつものようにこれらの式を無次元化します。その際、このように定義した無次元変数と無次元パラメータを使います。
また、式中の変数と乗数の意味をリストに挙げていますので参考にしてください。なお、無次元化の意味や利点について理解していない人は、前の動画第1章1-9、1-10などを視聴してください。まず、8式の微分方程式において、左辺を11式のように変形します。右辺も12式のように変形します。11式と12式を等しく置き整理します。これにより、8式を無次元化した13式が得られます。同じような要領で、境界条件9式と10式を無次元化すると、14、15式となります。ベータ b イコール0のとき、ミカエリスメンテン式は一次反応の速度式になります。このとき、13式は16式となります。6式との比較により16式は0次の変形ベッセル関数であることがわかります。したがって16式の一般解は17式で与えられます。そこで17式へ境界条件を適用し、式中の A、B を決定し、特殊解を求めます。まず、x イコール0のとき、無次元基質ノード C は有限でなければなりません。しかし、17式中の第2種のベッセル関数 K0x は、前述したように x イコール0において無限大となります。よって b は0でなければならず、これにより17式は18式となります。次に積分乗数 a を決定します。0次の変形ベッセル関数 i0x のx による微分は19式となります。ここで i1x は一次の第一種変形ベッセル関数です。なぜこのようになるのかは、専門書またはネット上の関連の説明を参照してください。19式に基づき18式の C を X で微分すると20式を得ます。これに X イコール1における境界条件15式を適用すると21式となります。ここで右辺の C の数字 i は C が単体表面x イコール1における値を意味することに注意してください。21式を a について解くと22式が得られます。これを18式へ適用すると特殊解が23式で与えられます。単体表面における無次元基質濃度は23式において x イコール1とした式を C について解き24式となります。また微余数 bi が無限大であるとき、すなわち胸膜がないとき、23式は
25式のように簡略化されます。最後に以上導いた式を使う計算方法について簡単に説明します。計算には変形ベッセル関数の値が必要になります。この計算は無限べき級数の式を使い数値的手法により行われます。計算プログラムはネットワーク上で手に入れることができます。このようにして得られる無次元基質濃度と無次元パラメータの関係を表す計算線は基本的には平板上単体において示したものと同じ形状になります。よってここでは計算結果を示しません。興味のある方は第5章5の8の動画を視聴してください。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。